こんにちは、神谷由紀です。今日はミラノからフェラーリの故郷モデナへ向かってドライブしています。でもその前にどうしても寄り道したい場所があるんです。それがここ美食の都として知られるパルマです。実はこれから向かうお店、夫と私が7年前に訪れて、その美味しさに感動した場所なんです。ずっともう一度行きたいと願い続けて、今日ついにその夢が叶います。前回来たのは7年前の12月だったんですけど、今日みたいにどんよりとしたお天気で少し雪が積もっていたんですよね。懐かしいな。この辺り全然変わっていません。だね。到着しました。こちらがパルマ郊外にあるイートリーショケッツです。畑の中にポツンと立っているこのお店、ミシュランのビブグルマンにも選ばれている地元でとても人気のあるトラットリアなんです。駐車場の様子も赤い壁にイートリーショケッツの看板のある入り口も7年前と全く変わっていません。店内も同じですね。イタリアらしい素敵なデザインの生ハムのスライサーがあって、その横にプロシュートやモルタデッラなどのハムの塊が置いてあります。客席の様子も前と変わらず、レトロな雰囲気が残るアットホームな空間です。では7年ぶりのとっておきのランチスタートです。まずはランブルスコ。これ世界でも珍しい微発泡の赤ワインなんです。ランブルスコといえば日本やアメリカでは甘口のイメージが強いかもしれませんが、現地でお目にかかるランブルスコは料理の邪魔をしない辛口が多かったです。カシスのようなベリー系の華やかな香りときめ細やかな泡が特徴です。周りのテーブルを見ると、車で来た現地の人たちも普通にワインを楽しんでいますよね。イタリアの法律では血中アルコール濃度が 0.5g 未満なら運転が認められているんです。私が住むアメリカでも同じような文化なので、こういった光景は日常的です。さあ、ワインに続いて前菜が一気に揃いました。前菜だけどはっきり言って主役級です。左が生ハム、24ヶ月熟成のプロシュットディパルマです。真ん中はパルミジャーノ・レッジャーノの食べ比べセット。右側は揚げたてのトルタフリッタです。1ユーロしてなかったよね。別にいいですって感じなのかな。で、これが12ヶ月、多分12、30、12、30、70。60かな。で、蜂蜜と、こっちはマーマレードかな、食べたらわかるか。で、プロシュート。めっちゃ薄い。こうでなければね、揚げ物の香りがたまらん。では早速、12ヶ月熟成のパルミジャーノ・レッジャーノから食べてみます。じゃあ、12。12も美味しい。普段は24ヶ月以上のパルミジャーノ・レッジャーノしか食べたくないとか生意気なことを言ってる私なんですけど、一番若い12ヶ月熟成のこのチーズも相当美味しいです。フレッシュだけど乳臭くないんです。チーズと一緒についてくる蜂蜜も美味しいし、もう一つのジャムはイチジクか洋梨のジャムだと思うんですけど、ニンニクの風味がついていてびっくりしました。これなんかニンニクの風味もするけど、果物のジャムっていうか、何これ、不思議な蜂蜜とニンニク風味の謎のジャム。これじゃあ12ヶ月。うまい。幸せです。念願のこのパフパフ、名前忘れちゃった。なんちゃらフリッタータ。次のチーズに行く前に揚げたてのトルタフリッタの香りがあまりにも美味しそうなので、つい手が伸びてしまいました。トルタフリッタは薄い生地をパフッと揚げたもので、中が空洞になっていて軽い食感です。この7年間食べたい思いを募らせていた念願の食べ物です。薄くスライスされた生ハムとの相性が抜群で、もうね、いくらでも食べられます。前はなんかおじさんがこうパフって割ってこの中に入れて食べてたのを覚えてるんだけど、今日周り見てたらみんなナイフとフォークで食べてるから、私もそれに従ってみます。
ネットでは生ハムで巻いて食べる食べ方が一般的みたいなんですけど、今日は生ハムをトルタフリッタの上に乗せてナイフとフォークで食べている人が多いので、郷に行っては郷に従いで私もそうしてみます。美味しい。やったね。これが食べたかったんですよ。ものすごく薄くスライスされた生ハムは滑らかにとろける感じで、まろやかな塩味と油の甘みが口の中に広がっていきます。でも本当は手で食べたい。この生ハムと軽い食感のトルタフリッタの組み合わせ、最高です。これ最高。はっきり言ってもこれでお腹いっぱいになるかもしれないんだけど、いい。美味しくてワインのことを忘れちゃうよね。最高だね。プロシュートの本物はこの味っていうのが分かるよね。このなんかめっちゃ滑らかな口の中で溶ける感じで、このもうやっぱりペーパーシーンじゃないといけないんだよね。じゃあこれが30日じゃあ30ヶ月、もう全然色も質感も違うよね。まずは何もつけずに、うまみが美味しい。素晴らしい。このなんかホクホク加減っていうさ、ちょっと栗みたいな食感が好き。でも思ったよりジャリジャリはしてない。こっちか、ジャリジャリしてる。30ヶ月熟成のパルミジャーノレッジャーノは食感が一気に変わって、ホクホクとした上等の栗のような心地よいもろさが出てきます。ナッツのような香ばしさとコクのバランスが完璧です。この薄さ幸せすぎてどうしよう。もうプロシュートは最高。これはこの地方だと普通に出てくるものなのか、このレストランだから出てくるものなのか知りたいよね。いや、まさかガーリック風味っていう。このくらいとはいいね。素晴らしい。蜂蜜も合う。なんだこれ。美味しい。いや、幸せですね。イタリア最高だね、やっぱり。なんか大きさがいろいろ違いがある。で、前来た時は卵が入ってるって気づかなかったけど、生地に卵入ってるね。なんか薄い揚げパンっていうか。しまった。これなんかふんわりしてるからギュッてして固めるともったいない。失敗。うまい。なんかメインにしばらく来ないでほしい。これめっちゃエンジョイしたいから。今度はそのニンニクジャムで食べようと思う。
難しい、ボロボロ崩れる。不思議な味。なんだこれ。イチジクかな、もしかして。美味しい。これはなんか癖になるね。ちょっと質感の違いをドアップで取れるかな。まだ究極のに行ってないんだけど、一応食べたのうち。どう？うまいよ。はっきり言って、もうこれだけがランチだったとしても、もう素晴らしい。本当に美味しい。なんか味が違う。何が違うんだろうね。やっぱフレッシュっていうのもあるんだろうけど、で切り方がもう完璧だよね。じゃあこの70マス。70ヶ月熟成、アメリカで見たことないやつ。なんだろう、イタリアの外に出さないのかな、もしかして。まずはこれだけだね。ではいよいよ70ヶ月熟成を食べてみます。悶絶。70ヶ月熟成のパルミジャーノ・レッジャーノ、アミノ酸の結晶がありえないほど入っていて、ジャリッと噛むたびに口の中がうまみまみれです。もうね、たまりません。実は私、昔は乳製品が本当に苦手で、チーズは一切食べられなかったんです。それが40代を過ぎてからハードチーズだけは食べれるようになりました。今日食べた70ヶ月のパルミジャーノ・レッジャーノみたいな美味しいチーズを食べられるなんて、チーズが苦手だった過去の自分に50歳過ぎたらすごいチーズに出会うから、それまでにチーズを食べる練習をしておきなさいって教えてあげたいくらいです。これはブレイストビーフとポレンタで、ゆうちゃんのはタリアテッレとラグ。続いてはプリモピアットのタリアテッレとセコンドピアットの牛肉料理です。私のはなんか直球の牛肉の煮込みとポレンタって感じ。あ、柔らかい。じゃあまずお肉から。これも塩しっかりめ。美味しい。赤ワインソース。柔らかいポレンタは初めてです。トウモロコシを感じる。それと合わせてちょうどいいぐらいの味付けなんだと思う。めっちゃトウモロコシ。組み合わせが。この牛肉料理はブラザートといって、牛肉を香味野菜と赤ワインでじっくり煮込んだイタリアの伝統料理です。ワインはパルマ丘陵産の赤ワインバルベーラワインが使われています。牛肉はとても柔らかく煮込まれていて、ナイフなんて必要ないくらいです。筋の部分がトロトロでたまりません。お肉にはしっかり味がついていて、赤ワインと香味野菜の旨味がじんわりと染み込んでいます。サイドにはストロ産ポレンタが添えられています。ポレンタは粗挽きのトウモロコシの粉を練りながら煮上げたおかゆ状のイタリア料理です。このポレンタにはポレンタの名産地として名高いストーロ村のトウモロコシの粉が使われています。スプーンですくって口の中に入れると、トウモロコシの甘みと香ばしさがふわっと広がりました。
味付けは控えめにしてあるので、濃い味付けの牛肉と一緒に食べるとちょうどよくなって最高の組み合わせでした。美味しいよね。もっと食べて、お肉大きいから、ここの辺に置いとくから。これと合うと思うね。これ肉だけ食べるとちょっと塩辛いかなと思うんだけど、一緒に食べるとこれ塩味ほぼついてない感じだよね。ポレンタがおかゆみたいな。おいしい。フェタチーネどう？夫のタリアテッレも味見してみます。最近ちょっと塩辛いのでだいぶ慣れてきた。慣れてきた。ラグーが結構お肉が大きめ。結構トマトベースよりはハーブが効いてるね。セロリとかセロリとオレガノとかも結構強いかも。バジルはあんま感じない。肉重視のラグー。ありがとう。大丈夫。美味しい。鹿肉のラグーは肉の粒が大きめで、ローズマリーなどのハーブやセロリの風味がはっきりしています。トマトベースではなくて肉の味がしっかり楽しめるタイプのラグーです。いや、エミリオ・ロマーニャのご飯は美味しい。なんか筋っぽい部分がトロトロ。ほら。すべて完食、ごちそうさまでした。レシート上からコペルトカバーチャージです。1人 2.5 ユーロ、2人分で5ユーロ、約900円。アンティパスト前菜のプロシュートとトルタフリッタ12ユーロ、約2200円。プリモピアットタリアテッレと鹿肉のラグー12ユーロ、約2200円。セコンドピアット牛肉のブラザート15ユーロ、約2800円。パルメジャーノレッジャーノ3種類のセット9ユーロ、約1600円。炭酸水2ユーロ、約400円。赤ワインランブルスコ6ユーロ、約1100円。合計税込みで61ユーロ、約11,200円でした。7年前の美味しさが忘れられずに、もう一度行きたいとずっと願ってきたお店。今日その夢が叶いましたけど、記憶をはるかに超える本当に素晴らしい美味しさでした。パルマの食文化の奥深さ、そしてイートリーショケッツの全く変わらない美味しさと、時間が止まったかのようなお店の雰囲気、最高です。お腹も心もこれ以上ないほど満たされたところで、いよいよ本日の最終目的地であるモデナへと向かいます。さあ、モデナでは一体どんな出会いがあるのでしょうか。今日の動画が少しでも美味しそう、イタリアをドライブしてみたいと思った方は、ぜひチャンネル登録と高評価をお願いします。それでは次の街でお会いしましょう。またね。Your destination is